皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は12月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。まず最初に星の12星座共通の星の解説なんですけども、12月っていうのは本当に1年の総まとめで皆さんも幸せでお忙しいと思うんですが、星で見てもやっぱり2025年って結構いろいろあったよねっていうそのまとめの月になります。で、皆さん自覚されてるかされてないかわからないんですけども、本当にこの1年を過ごした私たちっていうのは強くなってるんですね。いろいろ経験を積んで鍛えられたっていうのがあるので、無自覚かもしれないんですけど、何か過去の自分とは違う自分っていうのがあるはずなんです。で、さらにそこから12月ってもっとなんか来年に向けての期待が生まれたりとか、希望とか、なんかまるで旅に行きたいと思うような、心が解放されていくような、なんかそういう広がりのある自由な感覚がすごく強いんですね。それなぜかっていうと、12月の1日から金星という社交性とか喜びとか愛情とか、そういった華やかなエネルギーもいて座という性質になっていますし、あと太陽も今いて座に入っていて、で火星という行動力やバイタリティっていうものもいて座に入っているので、とてもこのいて座の開放的な自由な、挑戦していきたい、冒険してみたいみたいな広がるエネルギーがなんとなく強くなるっていうことなんです。で、さらにそれが12月の中旬ですね、12日から15日あたりっていうのはもう水星もいて座ですし、もういて座祭りっていう形ですごくこの中旬あたりにおそらく単に未来に無茶な希望を持つとかではなくて、この1年やりきったよねっていうその自分の強さとか、超えられた自分をもとに、だったら来年はこうしたいなとか、もうちょっとこうなったらいいなとか、きっとこうできるはずだっていうような期待ですね。新しい扉を開いていくような期待を皆さん持ち始めるんじゃないかなと思いますし、いや全然そういうのないですっていう方も、ぜひ何かしら自分にとってプラスになる意図を持つことによってそっちの方に引っ張られやすくなりますので、実際12月20日が新月なんですけど、新月の前に自分の感覚やどうしたいのかとか願いとか、そういったものを書き出したりまとめたりして、新月の12月20日に改めて意図していただくっていう風にすると、とってもなんかスムーズに2026年につながっていくなっていう感じがします。そしていて座っていうのは火のエネルギーなので、燃える情熱を燃やして現実を作っていくっていうエネルギーが強いんですけど、もう一方で特にこれは12日までっていう前半が強いんですけど、水のエネルギー、魚座とか蟹座とかさそり座という水のエネルギーが非常にうまく関わっていて、私たちの深いところでこの愛情とか優しさとか、本当に自分たちに大事なものって何かなっていうことを感じながら、その情熱や後半は情熱とかやりたい方向とか、なんか希望っていうものが湧いてくるっていう形なので、特に11月と12月っていうものを比べると、11月はもういろんなものが逆行して、惑星が逆行していて、なかなか前に進まないとか思い通りにならないっていうことも多かったとは思うんですけど、それに比べると12月っていうのは非常にスムーズで、私たちの心が安定していて、何が一番大事かを分かった上で自分のやりたいことや情熱っていうものが芽生えやすい時なので、その星のエネルギーがあるんだな、そういう天気予報なんだなっていうことを理解した上で、皆さんそれぞれの生活に合った目標や意図を立てていただけたらと思います。それから15日からはですね、火星がヤギ座に入るということで、非常に真面目な努力していくとか、責任を果たしていくとか、そういった真面目なエネルギーも入ってきますし、12月の22日からは太陽もヤギ座に入るということで、ここからなんか地に足をつけた動きっていうのかな、そんな感じになってきます。なのでざっくり言うと、前半は心が豊かになりやすい、いろんなことを感じやすい。そして中旬は情熱が湧いてきやすい、新しい希望や期待を持ちやすい、新しい扉を見つけやすいみたいな形で、後半になると22日以降になると、それをどのように現実化させていこうか、しっかりと自分の世界を築いていこうっていう真面目なエネルギーになってくるということです。来年の運勢は別の動画で解説していきたいと思います。ではここからタロット見てみます。よろしくお願いします。はい、ではここから蟹座さんのタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。
はい。じゃあ一緒に見てみましょう。12月です。1ヶ月分とさせていただきますね。ソードの4、そしてソードの7、ワンドの6逆、デビル逆、ワンドキング逆、そしてワンド5、そしてソードの9逆。はい。気をつけること対策が、鳳凰と、カップの7逆と、オラクルは、じゃん。ペンタクスのクイーンの逆ですね。なるほど。なるほど。そうですか。冒頭でお話しした12月20日の新月っていうのは、蟹座さんにとっては日常生活を整えましょうとか、仕事場のこととか、なんか同僚とのこととか、雇用関係とか、そういったことに関して意図していただくと、とてもなだらかになってくるなって感じがします。で、12月の中旬で特にその、いて座のね、こう、情熱が燃え上がる時っていうのはあるんですけど、その燃え上がり方が、なんだかこう、蟹座さんにとっては、ちょっと、ざわざわしてるっていう感じに受け取れるかもしれませんね。もともとやっぱり火の星座の方っていうのはこう情熱があるとどんどん動きたくなるみたいな感じがあるんですけど、やっぱり蟹座さん水の星座で、もちろん活動星座ではあるんですけれども、その熱が熱いみたいな、程よく暖かい感じだったら嬉しいのに、暑いってなったらちょっと嫌ですよね。なんかそんな感じでちょっと周りの動きとか、この動きっていうものが少し過剰に感じるのかもしれません。ただ前半はその非常に感性が広がる時なので、いろんなことを感じると思います。ですので、ぜひその何を感じてるかっていうね、できたら自分にとって一番何がベストなのかなとか、自分にとって心地いいものは何かなっていうところで焦点をそこに当ててもらうと、ゆっくり休めるかなとは思います。っていうのは、今なんとなくこのカードを見てると、蟹さんやっぱりね、いろいろ人生が展開されてる方も多いと思うし、今年もいろいろあったよねっていうことで、ちょっと休憩したいのかなって感じが出ています。もちろんその何か変化していくとか、物事が発展していくことって嬉しいことではあるんですけど、なんかそういう動きが出るというよりもちょっと落ち着きたいんだとか、ゆっくりしたいんだっていう気持ちがあるかなって感じがしました。ここでやっぱり、ソードの4というカードが出ていて、休みたいみたいな感じがあるので、何も考えずにゆっくり寝たいとか、なんかそんな感じがあるので、星がどれだけ動こうとも、確かに今日常生活、特に22日までっていうのは、日常生活のところに、焦点が当たっていて、なおかつこの情熱をみんなが燃やそうみたいな時なので、すごくごちゃごちゃはすると思うんですよ。ざわざわするというか、ごちゃごちゃするというか、いろんなところにいろんな火種があるな、みたいな感じ。で、それが直接的に患者さんに、なんか、本当に火種が飛んでくるとか、悪く影響するわけじゃないんですけど、なんかそういう外側の風回りというか、空気感に惑わされずに、自分は穏やかでいたいんだっていう感じが出てるのかなと思いました。で、それできます。働き方とか、時間の使い方とか、あと自分の健康に焦点を当てて、そこを活性させましょう。そこを活性させるってなんか動くイメージありますけど、やっぱり整えるっていう風にも使えるので、22日までは自分の健康や体のことに焦点を当てて生活を整えようという意識でいいと思いますし、その時にどういうことを意図するか、20日の日に意図していただいて、22日以降はパートナーシップ、人との関係が非常になんか、真面目になっていくって感じかな。もちろん関係性がすごく際立つので、楽しく過ごすこともできるし、関わりたい人と関われるんですけれども、なんとなく蟹座さんの癖として、本当に関わるってなったら、なんか自分が何かをしてあげたくなるとか、責任を果たしたくなるっていうこともあるかもしれないなと思います。でもどちらでも使えますよ。別に責任果たさなくても、普通にただ遊ぶだけでも全然楽しいし、人との関係の中で気づきが多くなると思っておいてください。そしてやっぱりカードで見たときに、もう結論を言ってしまうと、今起こっていることをすべて本当に価値ある自分の人生の一部だよとは言われているんですね。その中で感じることや、やっぱり私はこういうふうにして生きていきたいっていうその思いが出てくるので、今起きていることすべて価値あることなんですけど、ただやっぱり誰でもそうですけど、寝不足が続いたりとか、あまりにも神経が疲れすぎると、やっぱりもうしんどいってなっちゃうので、できる限り休んでくださいって感じがします。で、肉体的な休み、肉体的な、休息っていうのももちろん必要なんですけど、ちょっとカードから感じるのは、神経的なっていうのかな、気の使いすぎとか、
なんかあっちのこともいろいろあるし、こっちのこともいろいろあるしみたいな、なんかそういう、普段の日常以外の気遣いっていうのかな、なんかそういうのもあるみたいで、ちょっとそれが、自分はもう割り切ってそうしようってやってても、他の人からはなんか理解されないとか、なんかそういう気遣いもあるのかなって感じがしました。逆に自分が良かれと思って誰かに手を差し伸べてあげたりとかサポートしてても、相手の人はそれをちゃんと受け取ってくれてないとかね、なんかそういうストレスも溜まったりとかして疲れてるのかなって感じがしました。なので今、ここでデビルの逆っていうカードが出ていて、もう囚われるの嫌だみたいな、もう考えないでおこうとか、もうごちゃごちゃ気にするのやめたみたいな、もうやめやめみたいな、そんな感じがあり、誰かとの関係性だったら、もうその人との関係にこだわるのやめるみたいな、もう考えてることとかこだわり自体をもう捨ててしまいたいみたいな感じがありますので、そこまで思うほど何かすごく気を使ったり何かしてあげたり、自分がエネルギーを注いだことがあるのかなって感じがしました。それが報われてないような気がするんだと思うんですけど、全部含めて実はすごい価値あることですからね、とは言われています。そしてここから、やっぱりワンドのキングの逆があり、さらにバンドの5っていうのがあるので、やっぱりちょっと12月は、まだ忙しいのかなって感じがしますね。患者さんがどれだけゆっくりしようと思っても、やっぱり周りがドタバタしているとか、周りが席立てられているみたいな、そんな感じもありますし、患者さんを頼ってくるエネルギーもあるのかなって感じがします。患者さんは自分のことは自分でできると思うんです。キングとして自分のことの責任を持って。だけど、外からあれこれあれこれと頼まれたりとか、なんか、この人のことも見なきゃいけないし、こっちのことも見なきゃいけないしってなると、ちょっと、忙しいなって感じがしますね。なので、ぜひオンオフをね、気をつけて、意識してやってみてください。もうオフは何もしないとか、もうここまでは頑張るけど、これ以上はやりませんみたいなちょっと線引きっていうのもいいのかなと思いました。なぜならば、なんとなくですけど、自分がどれだけしっかり自分を見ていても、環境的にとか空気感的に、慌てふためいていると、自分も急がなきゃいけないのかなって気持ちになったりとか、ちょっと惑わされますよね。そういうのがちょっと出ています。このソードの9っていうのも別に悩む必要もないのに、こう空気感としてみんながどうしようって言ってる時に自分があっけらかんとしてたらすごく自分が変な人に見られるとか、そんな感じもあって、自分も一緒に悩まなきゃいけないのかな、この状況はっていう感じがして、それがおそらく精神的にも神経的にも疲れるんだろうなと思うんですけど、そこは本当にオンオフと、あと表面的には合わせるけど、自分はちゃんと保ちますみたいにしてほしいんですね。そして対策として言われているのが、やっぱり、鳳凰っていうのは、すごくその精神性っていうのを問われていて、自分が信じるもの、自分はこう思うっていうその一つのポリシーというか、理念というか、そういうものがあるので、例えば仕事に対しても、ここまではやるけど、これ以上はやりませんとか、人との付き合いの中でも、ちゃんと、その礼儀というかね、ちゃんとお世話になった分はやるけど、下手に手は出しませんとか、そういう、何が自分にとっての正義なのかとか、何が自分にとっての正解かっていうのを自分の中で精査して、それに従ってくださいって言われてるんですね。そして、あの、周りの人は忙しそうにしている感じがするんですけど、家族なのか、職場なのか。で、同時にそのカップの7の逆っていうのがあるので、その中でも、これはこうなるかもな、あれはこうなるかもな、これはちょっとわかんないからもう泳がせておこうとか、ちょっと保留にしておこうっていうものの中から、一つ何かはっきりするものが出てくるよって言われてるんですね。ここでもそうです。何か価値あるものを自分が手にしているっていうのがあるので、何かに気づくんでしょうね。例えば、わちゃわちゃしてる環境の中で、人ってやっぱりこういう時にこうなるんだよねとか、やっぱりこうしたらこうなるってことは私はこうしようみたいな、自分にとって大事な宝物というかあり方とか感覚っていうものがちゃんと見つかるよって言われているので、この12月にね。なのでぜひ12月、特に22日まではあんまり健康の方に意識を向けて、休む時は休む、仕事する時は仕事するみたいにちょっとオンオフをつけてやってみてください。そして22日以降は人との関わりの中で、大切なことに気づくよっていうメッセージがあるので、そういった視点で関わってみてください。ちょっと、お仕事のこと見てみますね。仕事。
カップの4、カップの10、ソードのクイーンということで、なんか、実際環境的には恵まれていると思うんですね。ここでカップの10が出てるっていうことは、自分のことを理解してくれる人たちもいるし、なんならここまで続けてきた環境の中で信頼を得ているとか、そういうのもあるんですけど、蟹座さん個人的には、なんかそろそろ新しいこともしてみたいのかな。でも、そこまで自分が駆り立てられるほど、まだ気持ちが整ってないんだよな、みたいな感じとか、そんな感じ、ちょっと心の中での答えを探しているみたいな感じがあります。でも実際環境はというと恵まれているから、おそらく仕事場での環境は恵まれているんだと思うんですね。でもその中で何かご自身は広げるとか、手を広げるとか、開拓するっていうよりも、ちょっと受け身でいるというか、ちょっと引いたところで精査したいんだ、みたいな。しっかりとなんか、答えを見つけたいんだみたいな感じがありますね。なので非常にこう仕事がうまくいくとかうまくいかないとか成果を出せるとかっていう結果というよりも、仕事に対しての自分の感情や気持ちの方がちょっと今クローズアップしてるなって感じがあります。でも何も悪いと出てないわけですよ。感情的になんか、って思うけど、これもね、どうかなとか思うけど、別に失敗してるわけでもないし、トラブってるわけでもないし、自分を信頼してくれる人たちはいるし、ただ自分が積極的にこの仕事をやるのかどうかっていうところでちょっとまだ答えがはっきりしない分、ちょっと受け身でいようみたいな感じかもしれませんね。まあそれでいいと思いますよ。まあ特に先ほど言ったみたいに22日以降は人との関係の中でまたいろんな気づきがあるので、それで仕事のやり方なり変えてもらったらいいかなと思います。という、人間関係見てますね。人間関係はカップの5、ワンドの2、ペンタクスの2ということで、そうですね。家族のことに関しては、なんかもうちょっと半分諦めというか仕方ないなっていう状況なのか、なんとかそれをしようっていうよりも、まあ、思ってる、何か本当にトラブルですごく喧嘩してるわけでもないから、まあそういうもんだよね、みたいな。家族にたとえちょっと理解できない行動を家族がしていたとしても、まあ仕方ないよね、みたいな感じで、ちょっと遠くから見ているって感じもありますし、またプライベートの関係とか仕事との関係かわかりませんけど、誰かとの関係においても、なんかこれから先もうちょっと深く関わるのか、関わらないのか、どうしようかな。どっちでもいけるな、みたいな、なんかそんな感じがあります。ペンタクスの2っていうとか、あとワンドの2っていう、この2のカードっていうのは、まあ、どっちでもいける感じなわけです。で、ワンドっていうのは、こう、情熱を燃やすとか、やる気とかっていうことで、進んでいくかどうするかって言った時に、何かの答えを探して、なんかこれを二人でやっていくんだとか、そういうんじゃなくて、だから一緒に楽しむとか、一緒に何か価値ある、価値観を共感したいみたいな、一緒に。なんかそういう意味での関係性っていうのは楽しくしたいなっていうのもあるし、楽しくできるよっていう感じがあります。なので、まだ浅い関係性においては、十分、これからもそういう一緒に遊んだりとか、そういう一緒に何かをするっていう機会を程よく増やしていきながら関係性深めていくのかなって感じがしますし、家族の関係もなんか程よく客観的に見ているなって感じ。で、自分は手を出すか手を出さないか、こうね、サポートするかしないかみたいなところはちょっと考えているけれども、まあ本当に危なかったらサポートするけどちょっと見守ろうかなみたいな感じもありますしね。なんかそんな感じですね。まあ全体的に感じるのはやっぱり、周りが忙しいって感じがしますね。どうでしょう？蟹座さんの周りが忙しい。そして、それを冷静に見ている蟹座さんがいる。なんならちょっとたまに自分も感情盛り上がっちゃって、こう、いろいろね、翻弄されるっていうこともあるかもしれないけど、一番言われてるのは、その中で感じること、気づくことが
価値あることだよって言われているので、その視点で見てみてくださいね。はい。もし何かこのメッセージ分かったよとか、通じたよって方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚、ちょっとオラクルカードを引いてみたいと思います。って言って、今見えたのが、このカードでした。ちょっと3枚も出ちゃったからあれなんですけどね。ハートを癒してねっていうか、自分に優しくしてくださいねっていうカードと、あとやっぱり、手放していいんだよとか、もう飛び立たせていいんだよとか、自分がそうしていいのかもしれないし、ね、自由にしていいんだよっていうカードと、あとその、女神のカードが出てますね。自分の直感に従って進んでいいよっていうカードが出てるので、参考にしてください。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画準備でき次第アップしていきます。